皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマは夏バテです。夏バテという言葉を聞いたことがありますか？日本では夏になるとよく聞く言葉です。今日は夏バテとは何か？なぜ夏バテになるのか？どうやって対策すればいいかについて話していきたいと思います。今日はインターメディエイトレベルということで N4 から N2 ぐらいの語彙や文法を組み合わせて話します。ぜひ最後まで聞いて一緒に練習してくださいね。それでは始めましょう。ジャパミニ。夏バテというのは暑さで体が疲れる、食欲がなくなる、だるくなるといった状態のことを言います。暑くなってきて、最近食欲がないなぁ。体が重い。何もしたくない。と思ったら、夏バテの可能性があります。夏バテは病気ではありませんが、体と心が少し疲れている状態です。夏バテという言葉は、夏とバテるの組み合わせでできています。バテるというのは、疲れる、元気がなくなるという意味の動詞です。語源を調べてみたところ、疲れ果てるという言葉の果てるから来ているという説があるようです。疲れ果てるというのは本当にすごく疲れていることを表しているので、バテるというのもかなり疲れている状態を表す言葉として認識していいのかなと思います。というわけで、夏バテというのは夏の暑さのせいですごく疲れていることだと覚えておいてください。なぜ夏バテになるのでしょうか？理由はいくつかあります。まず一つ目はもちろん暑さです。日本の夏は本当に暑いというだけでなく湿気も多く蒸し暑いですよね。だから体に大きな負担がかかります。外を少し歩くだけでもたくさん汗をかくので、これだけでもかなり疲れてしまいます。この季節になると熱中症という症状になる人が多く、場合によっては病院に行かないといけなかったり、命に関わることもあるので注意が必要です。二つ目は屋外と屋内の温度差です。屋外はとっても暑いですが、屋内はエアコンのおかげでとっても涼しいことが多いです。例えば、電車、コンビニ、オフィスなどは特にエアコンの温度が低く設定されていて、たまに寒いこともあるぐらいです。そのため、皆さんが屋外と屋内を行ったり来たりすると、温度が大きく変わります。この変化のせいで体がびっくりして疲れてしまうんです。三つ目は生活リズムの崩れです。夏になると暑すぎるせいで外に出かけることが減り、運動不足になる人が多いです。また冷たいものを食べ過ぎたり、夜更かしをしたりすることも増えます。
こうした生活が続くと体の調子が悪くなってしまいます。夏バテにならないためにはどうすればいいでしょうか？いくつか簡単な方法があります。まず一つ目はしっかり食べること。もちろん食べ過ぎは良くないですが、1日3食しっかり食べることが大事です。暑くてもバランスのいい食事を心がけ、冷たいものばかり食べずに、温かい食べ物も食べることが大切です。まあ、どうしても暑い時には冷たいものが欲しくなりますよね。私だったらアイスクリームとかそうめんとか冷やし中華とか食べたくなりますし。でも、そればかりでは体に負担がかかるので、温かい味噌汁やおかずも準備するのが望ましいです。二つ目は水分をしっかりとること。夏は汗をたくさんかくので、水やお茶を積極的に飲む必要があります。水分だけでなく塩分を取るのも大事なので、例えばスポーツドリンクもいいですよね。スポーツドリンク味のキャンディーやタブレットも店頭で見たことがあります。このような水分補給、塩分補給の対策をしっかりやっていきましょう。三つ目は体を冷やしすぎないこと。エアコンが便利なのは当たり前なんですが、使いすぎると体が冷えすぎてしまいます。時々外に出たり、温度を少し高くしたり、あるいはエアコンの代わりに扇風機を利用するのも一つの方法だと思います。でも、寝る時のエアコンの使い方が難しいんですよね。寝るときは暑いからエアコンをつけておきたい。でも寝ている間ずっとエアコンをつけていると室温が低くなりすぎて夏風邪をひくかもしれない。電気代もかかる。でもタイマーをかけて途中でエアコンが切れるようにしておくと朝起きた時に暑い。といった悩みはあるんですが、ともかく冷やしすぎには注意です。以上、夏バテの理由や対策をご紹介しました。参考にしてもらえたら嬉しいです。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマは夏バテでした。皆さんの住んでいる国や地域ではこの夏バテのような症状はありますか？夏だけでなく他の季節にもその季節ならではの体の変化がある場合もあると思います。健康に気をつけて日本語の勉強を頑張ってくださいね。ではまた来週次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。